こんにちは、アカデミアの富代です。サロンポピュラーベーシック6になりました。サロンスタイルの定番と言われる中で、いろいろな技術をミックスしてハイグラデーションをカットしたいと思います。カットの基礎を解説した動画を出しておりますが、その基礎をミックスすることで、今のヘアデザインはできていることを説明してきました。僕はダブルコンセプトヘアといったことで打ち出し、時には2ブロック、と呼んだこともあります。しかし、2ブロックではいくつものブロックを取ってカットするので、今や2セクションと呼ばれています。名前はいろいろですが、考え方は同じような気がします。今のデザインはワンレングス、レイヤー、グラデーション、セニング、これらは以前単独でデザインが完成されていました。しかし時代とともにもっと自由に寝癖のような自然さ、ナチュラルが求められ、このミックスされたデザインがお店の定番として定着してきました。これが今のサロンスタイルになったわけです。しかし勘違いしてほしくないのは、ただセニングで髪を削いでいるだけでは機能性のあるデザインは作れません。基礎がしっかり身についてシザーの入れ方、パネルの引き出し、削ぎの仕方など考えて使っているからこそ機能性のあるデザインになっていることも知ってほしい。毛束と毛束の間に空間を作ると動きが生まれます。長い髪、短い、太い、細い。毛束はミックスされるとリズム感のある動きを見せます。短い毛束や長い毛束が髪の毛同士で戯れて様々な表情を出します。一つのパネルを切ると重なり合う隣の毛束のことを意識することが大切だ。毛束は重なり合った時に初めて奥行きが出てきて立体的に見えてくる。髪は必ず下から順番に落ちているのではなく、動いた時に下の髪が上に紛れ込んだり、上の層に下の層の髪がかぶさってランダムに動いていることを基本として押さえておこう。何回か基本の考え方の動画と見比べてほしい。そうすることでより理解が深まります。この動画は日本語字幕で対応していますので、世界各国の言語に変更してみることができます。少し前置きが長くなりましたが、早速ご覧ください。はい、今回は基本動画でカットしたハイグラデーションスタイルと今回カットするダブルコンセプトカットの違いを見比べてほしいと思います。通称ダブルカットハイグラデーションはシルエットなど同じように見えますが、柔らかさや自由に動かしやすい髪、ヘアアレンジのしやすさなどミックスした技術でデザインしているからこそ違いが出ているのです。まずブロッキングですが、目尻の上がったラインから頭頂部の少し下に向かって U 字にブロッキングを取ります。フロントサイドと耳の付け根に向かって分け取ります。第1ブロック、もみあげの部分を分け取り、毛束を少し引き上げ、顔に合わせて少し斜めにカットします。このままでバックをカットしても良いのですが、もみあげの雰囲気をつかむために削ぎを入れて、イメージを出してから次のパネルをカットします。こうすることで次にカットするパネルとの違いが分かりやすくなります。まずイメージした厚さに削ぎで調節します。次にブロッキングラインまでの毛束を取り出し、新たなガイドを作ります。もう一度下のもみあげ部分と一緒にパネルを引き上げ、耳が少しかぶさるぐらいの長さにガイドを作ります。次にバックセクションはフロントサイドでカットした毛束の角度に持ち上げ、その延長線上でサイド方向に引き、ステップグラデーションでカットします。次のバックの毛束も下の髪を指で引き上げ、サイド方向に引き、ステップグラデーションでカットを進めます。こうすることでバックセンターが長くなり、段差も程よくつき、仕事が早くできます。これはバックのハイグラデーションのガイドを作ることになります。綺麗な U 字型に切れるように、フロントサイドのカットラインを参考に手前にパネルを引きながら、バックでの切れる髪を全部ステップグラデーションで切ります。次にステップグラデーションでカットした髪をガイドにヘムラインを斜めスライスに取りカットします。
このままバックセンターまでカットしていきます。反対側も同じようにフロントサイドもみ上げ部分を作り、段差のつき具合をチェックします。バックのステップグラデーションも同じようにカットします。先ほどと同じように中指で下の紙を押さえ、毛束を引き上げてカットしていきます。毛束を横方向に引き、バックセンターまでカットを進めます。次にステップグラデーションでカットした紙をガイドにヘムラインを斜めスライスに取りカットします。横スライスでチェックカットしていきます。次に前頭部と後頭部を分けて、バックセンター部分のパネルを少し持ち上げて、毛先に段差がつくように新たなガイドを作ります。下のグラデーションで切った襟足部分半分ぐらいをカバーするような長さでカットします。新たなガイドバックセクションは頭の丸みに沿って床と平行にカットし、フロントサイドへと切り進みます。フロントサイドも下で作ったデザインを無視して新たなガイドを作っていきます。最後のパネルも下で切ったガイドラインに沿って段差がつくようにカットします。反対側も同じようにカットします。同じ長さかどうか確認します。次にトップ部分は目尻の上がったライン状の毛束を前に引き、床に平行にイメージした長さにカットします。次にサイド面の毛束を斜めスライス45度方向に引き、つなぎます。全部のパネルを斜め45度方向に引き、切れる毛はカットします。もちろん反対側も同じような角度で引き、フロントサイドとつなぎます。これでウェットでのカットの終了です。次にブロードライします。はい、ブロードライが終わりました。きれいに乾かした後にバックセンターに毛束を取り、頭皮に対して直角に引き上げチョップカットします。
この工程は以前のカット動画でもカットをしています。カット方法は同じですが、長さの選び方が違うと言えます。反対側も自分の体の向きは変えずにチョップカットしていきます。次にトップ部分、モヒカン部分を取り出し、バックでカットした紙をガイドに床に平行にカットします。その後、トップをセンターで分け、同じようなスライスで毛束を取り、オンベースでカットします。これで上にレイヤーが入りました。次に初めにカットしたフロントサイドもみあげ部分を顔に馴染むように斜めスライスで段差をつけます。これも基礎のハイグラデーションのカット動画でカットしています。この段差が顔の顎ラインと馴染み小顔に見せます。3パネルぐらいチョップカットをします。そうしたらそぎを入れて下のもみあげとブレンドさせます。バックもハイグラデーションでカットしたカットラインにそぎで柔らかいラインにします。次に新たに作った上のボブ部分をブロッキングしてスライドカットをしていきます。これはスライドカットを入れることで毛束に隙間を作るといった意味です。基礎のそぎの動画でも説明していますが、毛束に空間を作ることで立体感と毛束が動きやすくなります。動かす方向を考えてハサミの入れ方を考えてください。今はバックセンターに毛束が流れやすくなるように入れています。またスライドを入れる毛束を引き上げることで段差が生まれぶつ切りにはなりません。逆に大胆に隙間を空けるようなつもりで入れていきます。何回かのブロックに分けて入れていくと良いでしょう。バックセンター部分も何ブロックかに分けてスライドカットしていきます。反対側も同じようにカットしていきます。カットを早くするために内側を切ってからスライダーカットをしても良いのですが、慣れたらこのように自分の体の位置をあまり変えないでカットを進めた方が仕事が早くなります。これは左右対称になりやすい方法で行ってください。襟足の表情付けも行います。
こちら側もスライドカットします。あくまでも人によっては左右紙の量が違った人も多く、よく鏡で確認しながら左右の量感を同じにすることです。逆に大胆に隙間を空けるようなつもりで入れていきます。何回かのブロックに分けて入れていくと良いでしょう。トップの毛先にそぎを入れていきます。はい、以上でカット終了になります。最後にブロー仕上げとアイロン仕上げによるヘアアレンジをお見せします。まずはアイロンでバックセンターからハンカールをつけていきます。ネープも少しアイロンをかけてあげると馴染みが良くなります。全体にハンカールをつけていきます。次に毛束の根元を内巻きにかけ、毛先を外羽にカールをつけます。寝癖風にアレンジして仕上げてみます。アイロンがかけ終わったら次に軽いワックスをつけます。根元の方に行き渡らせ全体につけていきます。はい、出来上がりました。はい、仕上がりです。はじめにドライヤーで仕上げ、普段の仕上がりはこのようになります。次にアイロンを使ったアレンジの仕上がりになります。では引き続きいつものように次回解説にしましょう。はじめにブロッキングですが、目尻の上がったラインから頭頂部の少し下に向かって U 字にブロッキングラインを取ります。フロントサイドは前頭部と後頭部を分け、耳の付け根に向かって分け、ブロッキングラインを取ります。第1ブロックはもみあげ部分を取り、パネルを引き上げ少し前下がりに顔に似合う長さにカットします。下にシェイプして、まずイメージした厚さにそぎで調節します。この方が次に作る新たなガイドが見やすいために、僕の場合先にもみあげの雰囲気を出します。次にブロッキングラインまでの毛束を取り出し、新たなガイドを作ります。
もう一度下のもみ上げ部分と一緒にパネルを引き上げ、耳が少しかぶさるぐらいの長さにガイドを作ります。新たなガイド、ブルーができました。次にフロントサイドをガイドにバック下側の紙を中指で引き上げ、延長線上でカットします。次も引き上げ角度はフロントサイドのガイドをもとにサイド方向にパネルを引き、ステップグラデーションでバックのガイドを作っていきます。反対側も同じような要領でカットし、バックはステップグラデーションでバックセンターに向かってカットを進めます。バックセンター中心部は毛束をクロスチェックして U 字型になるようにカットします。次にブロックグラデーションでカットしたブルーの図をガイドに V ラインスライスをヘムラインに取り、図の黄色のパネルをカットします。同じようにブルーをガイドにピンクのパネルを取り出しカットします。同様に緑のパネルを取り、バックセンターオレンジのパネルまで切り進みます。図を分かりやすくするとこのような感じでバックセンターオレンジ部分までカットします。あくまで図のブルーをガイドにカットします。反対側も同じようにカットをします。トップは前頭部と後頭部を分け、バックセンターから図の白の新たなガイドを作ります。新たなバックセンターの毛束をガイドにフロントサイドにパネルを毛先が薄くなるように適度に引き上げカットを進めます。長さは襟足のグラデーションと襟足との中間ぐらいの長さでカットします。もちろんこの長さ設定は自分でアレンジしても構いません。次にフロントトップは2ブロックに分け、バックをガイドにフロントサイドをカットします。反対側も同じようにカットします。次に前髪ですが、目尻の上がったラインより上の部分をパネルに取り、床に平行に引き出し前髪の長さを決めます。前髪の長さが決まったらフロントサイドの髪を前方45度に引き出しつなげます。次にトップはバックセンターからフロント顔正面に向かって頭皮に直角にチョップカットしていきます。両サイドを同じようにします。トップに先ほどレイヤーにチョップカットした髪をガイドにトップにモヒカンガイドを作ります。正面から見てバックセンターです。次にセンターで分け、図のようにスライスラインを取り、センターモヒカンガイドに合わせて真上に引き出し、チョップカットします。同じようにカットを進め、もちろん反対側も同じようにカットします。ウェットカット終了後、ドライヤーできれいに乾かします。ドライ後、フロントサイド下側に斜めスライスでグラデーションをつけて、顔の顎ラインと馴染むように段差をつけます。その後、そぎを加えてより馴染むように入れます。バックセクションも下側のハイグラデーションの部分、まろやかになるようにそぎを入れていきます。次に薄くブロッキングしてスライドカットを入れていきます。基礎動画、初心者でも可能、ヘアカットの仕方基礎1でカットで出せる力と方向で説明しています。概要欄に貼ってありますので、詳しくはそちらでご覧ください。この図のようにスライドカットで隙間を空けるようにカットしていきます。このような切り口にすると髪は後ろ方向に流れやすく動きやすくなります。ですからハサミの入れ方が切り口に影響して方向性を出しますので、入れ方に注意しましょう。徐々に上のパネルまでスライドカットで方向性と髪を動きやすく隙間を空けます。両サイドを同じようにします。前髪やトップ部分はそぎバサミで毛先を中心にそぎを入れます。ドライでのカットの終了です。はい、図解説明は以上になります。概要欄に過去動画も記載してありますので、よかったらご覧ください。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。